こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの雑貨の刺繍の中から手芸アイコンのページのピンクッションの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、この本の手芸アイコンのページ、これですね。このページのこのピンクッション、待ち針が刺さってるこので、なんか下がカゴ編みみたいなになってて、その上にピンがいっぱい刺さってます。これを作っていこうと思います。では図案を写していきます。図案はこれぐらいですね。で、チャコペーパーはめくると中にインクがついているので、インクの方を下にして上に図案を乗せて、で待ち針で留めます。もう図案が小さいんで一気に左手で押さえて一気に写しても大丈夫です。でトレーサーの細い方で力を入れてなぞります。ボールペンでもいいですけど、ボールペンでも細いボールペンがいいですね。丸定規を使えばよかった。丸定規を使うと綺麗に丸が写せます。写ってますね。じゃあこれで刺繍をしていきます。刺繍枠はこうやって枠を外して、この中の方を下に敷いて、間に布を挟んで、で枠をはめて、でしっかりネジを締めます。で布をピンと張った状態で保ちます。だんだん布が緩んできたらこうやって指で伸ばしてください。まずこのピンクッションのここの刺す部分、山の部分ですねを刺していきます。刺繍糸は使いやすい長さの65センチぐらいにカットしてあるんで、これの作り方はこれの作り方の動画を見ていただいて、で、この中から6本のよりになってる束を取り出して、この中のさらに1本が1本取りです。でこれは指定外2本取りって書いてあるんで、2本引っ張って2本取りで刺していきます。でそう、引っ張るときは、2本一気に引っ張るともつれるので、1本ずつ引き抜いて針には2本一緒にセットしていきます。で、サテンステッチで刺繍する場合は玉留めではなくて、この違う並縫いをして始めるやり方をした方が玉が裏にいっぱい出てくるといちいち刺さって絡まるので、これのやり方を説明します。まず並縫いを2つ入れて、糸が渡っている上にザクッと刺します。1つ前の穴に刺すと楽ですね。でこの出てるところはハサミで切って、で、縦に刺していきます。で縦に刺すんですけど、ちょっと真ん中あたりに基準を入れておきます。なぜかというと、端から塗り絵みたいにしようとすると、こんな頂点からとか刺し始め難しいので、真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めます。別に右でも左でもどちらでもいいです。で基本的には隣隣に刺していって埋めていくんですけど、なんか前のところでちょっと隙間が空いてるな、なんかもうちょっと刺したいなって思うところは戻ってこうやって足してもいいです。こんな感じで刺していきます。で刺繍枠はくるくる回せるんで、自分の刺しやすい向きに変えてもらって、横横に刺していきます。
はい、これでできたので刺繍が終わったら裏に絡めます。で、布と糸の隙間に入れても抜けやすいんで、糸を薄くすくう感じで2回ほど絡めたら、これで絡まっているのでギリギリでカットします。で、次が6本取りで、バスケットステッチですね。6本取りなので、もうさっき説明したその6本束になっていると思うんで、この束をそのまま使います。で、これはほぐさない方がいいです。もうこのよりになっている6本をそのまま、6本取り用の針、ちょっと太いんですけど、これに通して、でこれはもう玉留めでいいです。もし裏に絡められそうだったら絡めてもいいですけど、絡めてもね、多分ね、糸が太いので同じぐらいのこのなんかポコっていうのはできると思います。ちょっと私玉留めが苦手なので必ずこうやってちょっと長くなってしまうんで切ってますね。で、バスケットステッチっていうのは編んでいくステッチですね。バスケットみたいにまず縦に、ストレートステッチでちょっとこうやって隙間を空けて、縦にたくさんステッチを入れていきます。ちょっとね、図案はそこまでこのストレートステッチまで書かなかったんですけど、だいたいの目分量でいいです。で、この幅が大きくなると、この後でわかると思うんですけど、編んでいくあれがゆるい感じになる。で、ここの縦のこの幅が狭いと四角く感じてくると思います。それはなんか多分好みでやってもらうといいんですけど、だいたいこれぐらい。ちょっと数えてみますね。この端はこの線の通りに1本ずつ入れてもらって、1,2,3,4,5,6,7,8、だいたい8本ぐらい入ればいいです。別に7本でも6本でも大丈夫なんですけど。で、まずこの縦にストレートステッチができたら、この、右下、私右利きなんで右下から始めがちなんですけど、左でもいいんで、上でもいいですね。下のところから始めます。で、上、下、上、下、こうやって交互に糸を通していきます。で、ちょっと編み機をね、思い出すような感じで下に寄せて、でもそのままなんかちょっと針でこうやって下に寄せてあげるといいです。で、すぐ隣から針を出すので、同じ穴だと抜けてしまうんで、またこれも少しだけ針1個分ぐらい隙間を空けて、で、やりやすい方に刺繍枠くるっと向けてもらって、でまた上下上下、だからさっき刺繍糸がこれ最後下に入っているんで、また今度上下上下、ちょうどいい感じに上下上下なりましたね。これが偶数とか奇数でちょっと変わってくると思うんですけど、こんな感じで編んでいって、でまたこうやって下にしっかり寄せて、でもうすぐここに刺します。これをずっと繰り返して埋まるまでやっていきます。こんなもんかな。ここ上がこうギザギザ出てるんで、あともう一個無理やり入れてみます。どうしよう。結構ここ迷うところですね。もうこのままアウトラインで埋めようかな。すいません。アウトラインにします。3番がアウトラインステッチ6本取りなんですけど、こうやってバスケットステッチするとこの端がギザギザするんですね。なんかこれだと、真ん中ら辺はバスケットステッチになってる、バスケットに見えるんですけど、
上がなんかこう心もとないのでアウトラインステッチを入れて落ち着かせます。まず1目作ります。でちょっと先から出して半分上から下に押そうかな、こうギュッと押して糸の下に入れます。でまたちょっと先に出してさっき作ったステッチの真ん中ら辺に入れます。糸を割ると違うステッチに見えてしまうので、このステッチの下に入れる。これを繰り返すとアウトラインになります。このアウトラインステッチをするとカゴの上の部分ってなんかこのなんか始末してありますよね。こうくるくる巻いてあるというか、なんかそういうカゴっぽい雰囲気がさらにアウトラインをすると出てくるので、上が終わったら下もアウトライン、別に下を先にやってもどちらでもいいです。で重ねる方向は、揃えておいた方が綺麗ですね。やっぱツヤが揃うので、だから、こう重なってるから上と同じ方向にこうなってますね。そこだけ重ねる方向だけ揃えておくと綺麗だと思います。逆になっても別にそんな大したことはないですけど。で最後は同じ穴から出して半分重ねるだけのステッチをやるとこれでいい感じになってます。裏こんな感じですね。もっと大きいバスケットステッチの時とかはこう行って帰ってギザギザこうジグザグにやっていく時もあるんですけど、今回はちっちゃいのでもう普通にぐるぐるやってます。で裏に絡めて、で次がサテンステッチですね。で待ち針の色が緑と黄色なので緑、ここ2本ぴょろっと出てたんで2本今取ったんですけど、こういうのはねじれてるんですね。だからサテンステッチやるときにこの糸がねじれてるとステッチが綺麗に出てこないので、こうやってねじれて2本だけぴょろっと出てるものに関してはこうやって離して1本ずつバラバラにしてから刺繍を始めるといいと思います。で、裏に絡めて始めます。これものによるんですけど、ここにちっちゃいステッチ頑張って入れて始めるか、この布が白いとここに絡めるとこうやってビューンって上まで糸が飛んでいくから影になって見える場合もあります。だからその見えてしまうのが嫌な場合は玉留めで始めても大丈夫です。で丸は真ん中に基準を入れて上と下と埋めていきます。特にこのちっちゃい丸は基準を入れて上と下と入れてもうちょっとだなっていう感じでちょっとずつ見ながら足しながらやっていくといいです。半分ずつ上半分やって下半分やってってやると、別に大丈夫なんですけどバランスが取りにくいんで、こう引きで見てだいたいこれぐらいかなみたいな感じでこう足していきながら丸くしていきます。ちょっと丸くならなかったんで上から足してます。難しいですね丸は。なので、こんな感じで皆さんも修正しながらこう入れていただいて、で1個飛ばしてこっちもですね、ここが緑ですね。下書きの丸より全然丸が大きくなってます。でもしょうがないですね。これで
じゃあこれで裏に絡めて、で今度黄色ですね。で黄色もさっきと同じように玉留めで始めてもいいし、どっか近いところに絡めて始めてもいいです。これはもう緑の裏に絡めるのがいいですね。この渡り糸が白とかだと結構目立ってくると思うんで、いちいち切った方が仕上がりは綺麗ですけど、これぐらいはしょうがないですかね。ちゃんときっちりやりたい方は1個ずつ切っていただいて。ちょっと黄色が本当は図案ではこことここが同じ高さなんですけど、ちょっと丸が刺繍が大きくなってしまったので、ちょっと黄色を少し上目に刺してます。でこれであとはアウトラインステッチで待ち針の針の部分は白です。でこれも裏に絡めて、でさっきここでやりましたね、アウトラインステッチで、できるだけステッチはもう小さく小さくしていってください。だいたい2ミリぐらいが基本です。はい、ではできたので裏に絡めて、はい、これで出来上がりです。あとはお水で湿らせて図案を消します。これはクローバーのチャコピーを使ってるんで、こうやってすぐシュッと消えるんですけど、あとはもう自然乾燥でアイロンかけても大丈夫です。いろいろ洗わないと落ちないとか、いろいろ製品によって違うんで、それは使い方パッケージ見ていただくといいと思います。はい、出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。